こんにちは、こんばんは、はるです。軽バンを DIY して車中泊仕様、軽キャンを作っている動画になります。これまでの DIY の様子もすべて再生リストにまとめてますので、まだご覧になってない方はぜひ最初からご覧になってください。今回の DIY は、ルーフキャリアにルーフボックスを取り付けて、バックドアにリアダラー、はしごを取り付ける作業を行っていきます。まずは、はしごを組み立てる作業から行っていきます。リアはしごは Amazon で購入しました。ロッキー横山製作所のアルミ製リアはしごになります。値段は送料を合わせると3万円ぐらいになります。説明欄にリンクを貼っておきますので、気になる方はぜひ後でご覧になってください。リアはしごを組み立てていくのですが、こちらの商品は個人的にとてもよくできています。しっかりとした作りで説明書もとても丁寧に書かれています。ですので、説明書を見ながら丁寧に組み立てていけば、間違えることはないかと思います。早速組み立てていきます。ということで、説明書を見ながらはしごを組み立てることができました。次は塗装をしていきます。色は艶消しブラックになります。一応600番台のサンドペーパーで足付け、そして脱脂まで行っています。1度目の塗装が終わりました。乾いたら同じように裏側も塗装します。そして2度塗り、3度塗りをやっていきます。3回ぐらい重ね塗りをしました。塗装が完了したので車両に取り付けていきます。車両への取り付け方ですが少し複雑で、ネジを締める順番があります。順番通りにネジを締めていかないといけないようです。ですので初めて取り付けを行う場合は少し難しいと感じるかもしれませんが、取り付けに関しても説明書がしっかりしているので、説明書を読んで順番よく丁寧に作業を行っていれば間違えることなく車両に取り付けることができるかと思います。僕もリアはしごを取り付ける作業は初めてだったのですが、説明書を何回も読んで順番よく丁寧に作業を行うことで失敗することなく取り付けることができました。ということで、リアはしごの取り付けが完了しました。問題もなくスムーズに取り付けられてホッとしています。はしごをつけただけで雰囲気がガラッと変わってむちゃくちゃかっこよくなっていて、とても気に入ってます。実際に登ってみて、ふらつきもなく安定感もあって安心できる感じでした。次はルーフボックスを取り付けていきます。折りたたみ式の椅子が入る長さのルーフボックスを取り付けていきます。ということで、ホームセンターで必要な木材や収納ボックスを購入してきました。本当はトランクカーゴを取り付けたかったのですが、どうしても横幅が90センチのボックスが欲しかったので、ホームセンターで通常の収納ボックスを購入してきました。ルーフキャリアの上に設置していきます。まずは板の長さを測ったり、ボックスの位置を決めたりします。穴を開ける位置も確認していって、ステーなどを当てはめてしっかり取り付けれるか
確認しています。ホームセンターでこのような形の金具を購入してきました。Amazon などではサドルバンドと検索すると出てくるかと思います。木材をルーフキャリアの幅に合わせてカットしていきます。カットした木材をツヤ消しブラックで塗装していきます。塗装が完了しました。乾くのを待ちます。板の塗装が乾いたので車両に取り付けていきます。板をルーフキャリアに取り付けました。2枚の板の取り付けが完了しました。この板の上に収納ボックスを乗せます。収納ボックスを乗せた後は、収納ボックスをルーフキャリアに取り付けて固定させていきます。次にルーフキャリアを仮置きして、金具を取り付ける位置を決めていきます。ルーフキャリアに固定させる金具の位置が決まったら、修正ペンを使って印をつけていきます。次に印をつけたところに穴を開けていきます。次に裏表両面にゴムを貼り付けていきます。ゴムを貼り付けてから金具で固定していきます。間にゴムを挟むことで水が入ってくることがなくなると思います。次にルーフキャリアに収納ボックスを乗せて金具で固定していきます。2箇所金具の取り付けが終わったので、残り2箇所も取り付けを行っていきます。両サイドも U 字金具を使ってルーフキャリアと収納ボックスを固定していきます。U 字金具とルーフキャリアのパイプの間にはゴムをはましてズレを防ぎながら U 字プレートで挟み込んで固定させていきます。ということで、収納ボックスの取り付けが完成しました。
ルーフキャリアの上に板を2枚固定させて、その上に収納ボックスを置いてルーフキャリアに固定させるといったやり方をしました。合計6個の金具でルーフキャリアと収納ボックスが固定されています。収納ボックスはルーフキャリアにしっかりと固定されているのですが、ラチェットベルトでも念のために固定しています。この状態で1年ぐらい走行してますが、現在でもしっかりと固定された状態になってます。個人的にはとても気に入ってます。収納スペースがかなり増えました。収納ボックスには折りたたみ式の椅子や薪ストーブやバーベキューグリルなどを収納しています。かなりスペースがあるので、とても収納スペースが増えて、車内も広くなって満足しています。ということで今回はリアはしごの取り付けとルーフキャリアに収納ボックスを取り付ける DIY の様子をお送りしました。今回の動画が良かったと思った方はぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ということで今回はこれで動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。次の動画も見てください。